は子宮を開花するずんだもん。子宮を開花すると何かいいことあるんですか？それはいい質問だね。一番わかりやすいのは中でいけるようになることだね。中で？それってエッチな話？真面目な話なのだ。実は女性の半分は中で行ったことがないのだ。そうなんですか？私は行ったことがあるかどうかよくわからないの。わからないという人はまだ行った経験がなくて、中で行けるようになって初めてこれだってわかるんだ。へえ、私の彼は今まで付き合った人全員を行かせたって言ってるから私がおかしいのかと。それは女性がはっきり言いにくいからよ。ほとんどの男性は自信満々なのだ。そんなことだからいつまで経っても女性が満足できないのよ。どうやって子宮開花が中でいけることとつながるのですか？そもそも子宮開花って何なのよ。子宮開花はタントリックヒーリングと言われ、手法には幅があるけど大まかに言って子宮の生命力を引き出すものなのだ。子宮は女性の生命力の源なんだけど、ほとんどの人はまだ本当の力を眠らせたままでいるのだ。本来持っている生命力を引き出すのが子宮開花なのだ。ただ子宮がない人にも効くから、厳密には子宮ではなく丹田に働きかけているのだ。丹田はおへその下あたりにあって、東洋医学やインドのアユールベーダ的な考えでは生命力が宿っているとされてる場所だね。アユールベーダっていうとヨガとかですか？ヨガもアユールベーダの考えの一つなのだ。何か怪しげにも見えるけど、宗教とかスピリチュアル系のものなの？スピリチュアル的に行っている人もいるけど、ここでは全く関係ないのだ。けど体がピクピクしてますよ。これは様子を見ながら反応を引き出しているところなのだ。これってどんな気持ちなんですか？僕自身開花したからわかるんだけど。あんたどうやって自分を開花したの？それはまた今度説明するのだ。初めはゾワゾワする感覚があって、それが増えてくるとピクピクしてくるのだ。初めは体が勝手に反応する感じだけど、だんだん気持ちよさも一致してくるのだ。中で行く話はどうなったのよ。女性の場合だとここでお腹に手を当てるとビクンビクンが大きくなって、体の内側から熱くなってきたり、呼吸も興奮状態に入ったりするのだ。私もこんな風になるんですか？人によって初めのうちは反応は違うけど、開花してくるとこんな感じになっていくのだ。この時中に入っているのと同じ感覚がするのだ。すごいですね。これって言ってる状態ってことなの？これは中で言っているのと同じ状態で脳域っていうのだ。開花したら彼としても中でいけるってことですか？そうなのだ。子宮が開花したことで中行きしやすい体質になっていくのだ。入れてないのにいけるなんてほんと不思議ね。女性はゆっくり時間をかける必要があるんだけど、ちゃんと開いてきたら入れただけで中でいけるようになるのだ。女性が中でいけるかどうかは実は入れるまでの段階で 99% 決まっているのだ。男性は入れてから頑張りがちね。強い刺激はますます女性の感覚を鈍らせてしまうのだ。真逆の考え方なんですね。痛かったとか我慢していたという経験もますます閉じてしまう原因なのだ。ゆっくりと準備が整っていたら入れるだけで OK。 軽く押し込むぐらいで行きっぱなしになるぐらいなのだ。本当ですか？世の男たちは AV を信じすぎなのよ。終わった後も余韻が長く続くようになって、それが 2,3 日続くようになる人もいるのだ。なってみたいです。さらに1ヶ月ぐらいじんわり心地よさが続くようになるのだ。そんなすごいことがなぜ知られていないのでしょうか？それは男性に責任があるのだ。中の人の YouTube にアクセスする 75% は男性なのだけど、40代以上が多くて50代、60代と増えていくのだ。おじさんばっかじゃん。若い男性はこういうことに興味がないのだ。自分がしたいことをしているイメージですね。いつもセッションを受けた女性に男性に広めてほしいと言われるのだ。けど無理じゃない？男性にメリットない限り。男性にもメリットあるのだ。実は女性を開花させることで男性も高まりが増してきたり、
女性を高まらせることの喜びを感じられるようになってくるのだ。そういうもんなの？けどこれ誰にでもできるんですか？いきなりはできないけど、講習動画や講習会もあるからカップルで試してみてほしいのだ。彼に習ってもらいたいけど言いにくいわ。そこよね。男性は変なプライドあるから。東京で開催した講習会の参加者の男性たちはとても熱心に見たり質問したりしていたのだ。へえ、世の中捨てたもんじゃないのね。早く開花したいのなら直接セッションを受けるのが確実なのだ。自分が開花したらどうなるのか楽しみです。私は自分もだけど、男性を開花させる話も気になるわ。その話はまた別の動画でやるので楽しみにするのだ。質問などコメントも歓迎なのだ。いじり込めは通報するからね。高評価とチャンネル登録も忘れずにするのだ。次の動画も楽しみにしてるわ。ではまた次回なのだ。さらば。